こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。福の神といえば幸せを運ぶ神様。では、貧乏神とは一体どんな存在なのでしょうか。今夜はそんな二人の神様が出会った不思議なお話をお届けします。それではゆっくりお聞きください。貧乏神と福の神。昔、ある村に真面目な男とその妻が住んでいました。二人は毎日よく働いていましたが、お金はたまらず、家も服も古いままでした。それでも二人は毎日神棚にご飯を備え、手を合わせて、今日もありがとうございますと言っていました。何があっても感謝の気持ちを忘れませんでした。実はその家には貧乏神が住んでいたのです。貧乏神は家の隅にいて、二人の暮らしをいつも見ていました。ある夜、神棚の前に不思議な光が現れました。そこに立っていたのは、金色の服を着た福の神でした。福の神は言いました。真面目に生きている人に、私は福を与える。しかし、この家にはすでに貧乏神がいる。私と一緒には住めない。もし貧乏神を家から出してくれるなら、私はここに住もう。次の日、男は貧乏神に話しかけました。長い間いてくれてありがとう。でも、福の神様が来てくれていて、貧乏神は静かにうなずきました。そうか。私のせいで、お前たちはずっと大変だったな。そう言って、貧乏神は立ち上がり、袋を担いで出て行こうとしました。
その時、妻が言いました。できれば、あなたもここにいてほしいんです。男も慌てて言いました。うん、そうだ。あなたもずっとこの家にいてくれました。福の神様もあなたも一緒にいてくれたら嬉しいです。男はその気持ちを福の神にも伝えました。すると福の神は驚いた顔をして言いました。そんなことを言う人は初めてだ。私たちは同じ場所に住むことはできない。では、貧乏神と勝負して、どちらがこの家にふさわしいか決めよう。そして、貧乏神と福の神の戦いが始まりました。風が吹き、雨が降り、家が大きく揺れました。戦いは3日3晩続き、隣の村の人も見に来ました。最後に立っていたのは、なんと貧乏神でした。福の神は何も言わず、山の向こうへ歩いて行きました。すると、そこには一つの小さな打ち出の小槌が落ちていました。貧乏神はそれを見てにっこり笑いました。お前たちの心に私は心を動かされたよ。今日から私も福の神になる。その日から男の家には人が集まるようになり、幸せな日々が始まりました。お金は多くありませんでしたが、人のぬくもりと福にあふれた家になったのです。そして人々はこう言いました。あの貧乏神は今は福の神になったらしいよ、と。おしまい。
誰かを思う気持ち、小さなありがとうを重ねる心、そんな優しさが福を呼ぶのかもしれません。今日のお話があなたの心にもそっと福を運びますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。